ナミです。皆さん、今日のテーマはドキドキするかもしれませんよ。だって仕事に命をかける日本の働きすぎ文化を解説なんですから。仕事に命？映画みたいに大げさに聞こえるかもしれませんよね。でも日本では本当に仕事に人生を全部あげちゃう人もいるんです。仕事こそ大事なものなんて思う人は少なくないんですよ。日本の会社員の朝をちょっと想像してください。まだ外は暗いのに駅に行くとすでにスーツ姿のおじさんたちがずらーっと並んでいます。電車はもうぎゅうぎゅう。これからライブ会場に突撃するのって思うくらい押し合いです。しかも毎日これです。出勤するだけでフルマラソンのスタートみたいな気分になります。会社に着くとまず大事なのは挨拶です。おはようございますって言うと気持ちよく一日を始められるんです。小さなことですが日本ではとても大事にされています。日本では真面目に働くことがいい人の条件みたいになっています。だから遅刻なんて絶対 NG。 電車が止まって遅れても汗だくで走って謝る姿はよく見ます。遅れてごめんなさいって必死なんです。ちょっとくらい遅れてもいいじゃんって海外の人は思うかもしれませんね。でも日本ではそうはいかないんです。さあ、ここからが本題です。日本といえば残業。本来なら夕方に帰れるはずが夜になってもデスクに座ってる。時計を見たら10時、11時なんてザラです。家は寝るためだけにあるっていう人もいるくらいです。なんでこんなに働くのって思いますよね。理由の一つはみんなで一緒にいることが大切だからです。チームの仲間がまだ働いてるのに自分だけお先に失礼しますって帰るのは勇気がいるんです。俺も一緒に頑張りますって気持ちを見せるために残るんです。なんだか青春の部活みたいですよね。もう一つは会社に忠誠心を持つという考えです。会社は生活の大きな部分を占めるので、仲間とは家族みたいに近い気持ちになることもあります。でもこの働きすぎがとんでもない問題を作りました。それが過労死という言葉です。働きすぎて体も心も壊れてしまって命をなくすこともあるんです。世界の人からするとびっくりするでしょう。仕事で死ぬなんてまるで映画の話みたいですよね。でも日本では本当に起きていることなんです。もちろん最近は少しずつ変わってきています。
政府や会社も働きすぎは良くないと声を上げています。働き方改革という運動が始まって残業を減らす努力もしています。テレワークやフレックス制度で働き方を選べる会社も増えてきました。でもね、まだまだ古い考えも強いです。だから海外の人が日本人って本当に仕事ばっかりだねっていうのも無理ないです。実際に日本人ももっと休みたいって思ってます。でも長い歴史と習慣があるから簡単には変わらないんですよね。そして休みの日の過ごし方もユニークです。せっかくの休日なのに会社の上司とゴルフ。それ本当に休みなの？って突っ込みたくなりますよね。でも日本ではそれも仕事の一部みたいなんです。上司と仲良くなるために一緒に18ホール回るんです。よっしゃ、バーディー取ったぞって上司が喜んだら、もうその日は出世街道まっしぐらかもしれません。もちろん全部が悪いわけじゃありません。日本人は責任感が強くて仕事を途中で投げ出さないんです。やるって言ったら最後までやる。その姿勢は世界でも高く評価されています。取引先から信頼されるのも日本の強みなんです。でも最近の若い世代はもっと自分の時間を大切にしたいと思う人が増えています。旅行に行ったり、趣味を楽しんだり、人生のバランスを考える人が増えているんです。ちょっとずつですが、日本の働き方は変わろうとしています。ねえ、皆さんはどう思いますか？いっぱい働くことが男のかっこよさでしょうか？それとも自分の時間を楽しむことが本当の幸せでしょうか？日本の働きすぎ文化を見て、あなたの国とどう違うのか、ぜひ教えてください。コメントで聞かせてくれると嬉しいです。あ、そうそう。もし今日の話がちょっとでも面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。グッドボタンを押すと、私が残業から解放されるかもしれませんよ。押してくれないと、私も永遠に会社でデスクに座り続けることになるかも。それは嫌。ハイプもぜひお願いします。それじゃあ今日はここまで。聞いてくれてありがとう。バイバイ。